タイルを持ち歩く。こんにちは、トバログです。今回はですね、昨年のベストバイでも紹介していたこのカメラシグマ BF の長期レビューをしていこうかなと思います。もうかっこいいですよね。この造形美、この佇まい、そして写真が撮れるっていうねカメラなんですが、もうねだいたい8ヶ月ぐらい使っていて、一言で表すと世界一ミニマルなカメラと言えるんじゃないかなという、そういうカメラです。ガジェットっていうよりも、アクセサリーを身につけてる感覚に近いのかなっていうところで、こういうストラップとか、あとはマウント、レンズ、好きなものを自分の好きなようにね取り付けてスタイリングしていくのがものすごく楽しいカメラなのかなっていう、そんな気がしています。これは僕は日常的に使っていて、家族で出かけたりとか、ちょっと買い物がてら散歩したりとか、その時のね気分でこういう写真撮りたいなとか、こういう雰囲気すごくいいなっていうのを、これでパシャパシャとカシャカシャとシャッターを押しているわけです。一応ね8ヶ月も使うといいなっていうねところもあれば、気になるなっていうところもあるので、その辺も含めてちょっと話していこうかなと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、というわけでシグマ BF ですね。シグマ BF のレビューは、こちらの動画で結構ねちゃんと詳しくスペックとか紹介しているので割愛するんですが、いわゆるミラーレス一眼と呼べるアイテムです。こんな感じでレンズが取り外しできて、自分の好きなレンズとか好みのスタイルでこうね合わせてカメラと写真を楽しむっていう。これの前にシグマ FP っていうカメラがあったんですが、そちらはモジュールとかをねたくさんつけていって、どんどんこうプラスにねしていく、レゴブロックのようにこう自分の使いやすいようにね拡張していくっていうスタイルのカメラだったのに対して、シグマ BF はとにかく引き算の美学を意識したカメラっていう印象です。本当に正面から見ても何もないスラッとしたような形状で、この軍艦のトップ部分を見てもダイヤルとかもね飛び出ていない、本当にボタンが一つあるだけのシンプルな構造なんですよね。操作部分もこのホイールがあるだけで、普段カメラでよく使うこういうねダイヤルとかが存在していない。電源ボタンとかここにありますからね、そういう珍しいというか面白さのあるミニマルなカメラですよね。このシグマ BF が発売されたのが2024年の4月だったんですけど、その時初めてこのカメラを見てねちょっと衝撃を受けましたね。これ本当にコンセプトモデルじゃなくて実際に発売するのかっていうのでまず驚いたのもそうだし、いきなりこのレンズ群がねこのシルバー筐体で9本も出るっていうのでめちゃくちゃ驚いて、これはもう買わなきゃいけないとねこの白とかシルバー系が好きな僕からすると思って、もうそのタイミングで購入を決定して、その後ね予約をしていったっていう感じです。これもちょっと前の動画で話したんですけど、シグマはリブランディングって言って会社の方向性とかねアイデンティティを見直すタイミングで、このカメラを出しているので、これからのシグマブランドを形にした、具現化したようなカメラなのかなと勝手に推測しています。ちなみにそのリブランディングにはスウェーデンのストックホルムデザインラボというデザイン会社が携わっているみたいです。こういう会社でこういうカラフルなんだけどデザインに統一性を持たせて、ラベルとかパッケージを展開することでたくさんの商品群を、パッと見でねこの会社だなっていうね印象を位置づけさせてくれるような、そういうデザインの事例をよく見かけますね。こういうウォールペーパーとかもカントリーガイドっていうかトラベルガイドとかもねカラフルなんだけど全部規格が統一されててね、パッと見でその雑誌ってわかるようなスタイルで作っていたり、このアスクルとかも自社ブランドは本当に統一感があって美しいなっていう印象なんですけども、本当に世界中のサムスンとか IKEA とか、こういうアスクルとか、いろいろねこう名だたる企業がデザインを依頼している会社っていう印象ですかね。そこに依頼をして今までの武骨な雰囲気からちょっと雰囲気を変えて登場したのがこのシグマ BF なんじゃないかなと思っています。どことなくやっぱりね北欧デザイン味を感じるというか、ティーンエンジニアリングとかの雰囲気をまとったようなね
この操作性とかも特にそうなんですが、カメラっていうよりかはなんか電子機器とかなんか昔の MP3 プレイヤーを彷彿とさせるようなね、そういう操作性がイメージとしてあるかなっていう、そんな気がしています。こんな感じでパッケージも色別に分かれていて、素材感はねなんか和紙みたいな雰囲気の厚紙なんですけど、スポーツラインとかコンテンポラリーとかアクセサリーとかでね、こういう風に色分けされてるっていうのもすごくかっこいいなって思わせてくれる、そんなカメラです。ちなみに手元にはですね、こういうパンフレットもあるんですが、パンフレットもこれ同じ素材ですね。父親がシグマの会津工場の人たちと取引があるそうで、それで僕がねこれを使ってるっていうのを話したら、これをね渡してくれたみたいで今手元にあるんですが、いやかっこいいんだよな。このパンフレットもいいですよね。この多くは語らないみたいな、こういう雰囲気とかがすごいあっていいなと思います。かっこいい。見た目だけでもすごくかっこいいなと思うんですけど、実はこれ福島県の会津の工場で全て作られてるんですよね。ちょっと前にこの発表のタイミングでこれ削り出しで何時間もかけてね切削をしているんだっていう話で、かなりSNS 上でも盛り上がったと思うんですが、実際にそうやってねこうガーって金属をアルミの塊から削り出しをして、でそれで一つ一つ会津で組み立てられているっていう、僕の実家も福島県の郡山市に今はあるので、その辺も含めてねやっぱ応援したい会社、よくこれを日本から出してくれたなっていう、そういう思いもねいろいろあるので、単純にカメラっていうよりかはものとしてねすごく好きだなっていう、そんなカメラです。ちなみにこういうアルミニウムボディだとライカがね、ライカ T シリーズっていうカメラを前に出してたんですよ。これはライカ TL2 っていうやつで、今はすごく高くなってしまってなかなか手に入れられないんですけども、昔はね10万円ちょっとで買えたこのカメラですね。アルミニウムの一体型ボディでいうと、このカメラがやっぱり印象的だったんですよね。こんな感じでダイヤルもついていて、軍艦部分も直感的に操作がしやすい。ここにはね全くボタンがなくてタッチパネルで操作をするっていうこのカメラなんですけど、これは APS-C のカメラで、こちらがフルサイズっていうところで、世代も違えばセンサーサイズとか写りの方向性も違うっていうところで、それでいてこの筐体のサイズ感が同じぐらいっていうところが面白いです。個人的にはやっぱねこの雰囲気とかもすごく好きで、これはもう一生ものだと思っているんですけども、シグマ BF も日本で発売されたのにこの筐体の雰囲気とこの感じはすごくいいですよね。これもこれで一生ものだなっていう、そんな印象です。僕の場合はいくつかモジュールというかレンズとかアクセサリーを組み合わせて普段は持ち歩いています。ちょっとそれも紹介していきます。はい、カメラのスタイリングについてなんですけども、カメラにつけているレンズはまた後で話すんですが、基本的にはこの 45mmF2.8 のレンズを装着していることが多いです。サイズ感もそうだし、明るさとか、この開放の時はボワッとしたような写りになるんだけど、ちょっと絞るとカリッとねちゃんと映るみたいな、そのなんか距離感と雰囲気の心地よさが両立してくれているところで、それが好きでねこのレンズは普段から使っていますね。定番レンズではあるんですが、これが一番多いかな。レンズの話は後でするんですが、それに合わせてこれ本体の下にはねゆうきさんっていう人が作っているマウントを装着しています。もともとはねちょっと使ってみてくださいっていうところでお借りして使ってたんですが、すごく良いので購入をして今はお気に入りで使っています。これのすごいところは本体とねぴったり一体型で、全然このつけてる感覚がない。だけどしっかりねこのマウント部分を覆ってくれてるっていうところが良いですね。でシグマ BF は1個しかストラップホルダーがないので、基本的にハンドストラップをつける想定なんですけど、こういうマウントを装着することで、首からぶら下げることのできるこういうねネックストラップみたいなのをつけてこう縦釣りすることができるっていう、そこがね
こういうマウントをつける理由の最大のポイントかと思います。これに関してはものすごく芸が細かくてですね、このバッテリーあるじゃないですか。でバッテリーのここに装着するこういう金属のプレートとかも売ってるんですよ。これもね作っているみたいなんですけど、ここでカポッとこうやってガシッて差し込むと、シグマ BF って本当は下がね真っ黒のなんかゴムの滑り止めみたいなので覆われていて、表面のこの雰囲気とはちょっと合わないかなっていうところがあったんですが、このプレートをつけるとこういう風にね一体型アルミの全部アルミみたいになるので、そこもすごくいいですね。でこの今装着しているストラップはオブジェクツ IO のネックストラップです。このネックストラップはこれはオブジェクツ IO の角森さんという代表の人から以前誕生日プレゼントとしてもらったネックストラップですね。市川渚さんとオブジェクツ IO がコラボレーションをして作っているこのストラップなんですけど、これがねカメラストラップとしてものすごく完成度が高いし、あとシグマ BF にもすごくね相性がいいっていうところで、これ一択だろうっていう気持ちで使っています。購入するとちょっと高めではあるんですけど、この革これ 2,3 年も使ってるのにほぼほぼなんか劣化する感じもなく白をキープしてくれてるんですよね。でこのカサカサっていう感じとかもさすがやっぱ革職人の人が考えて作っているストラップだなっていうところで、この素材感のね雰囲気と、あと細身なんだけどこれ二重になってることですごくねクッション性があるんですよ。こうやって首からぶら下げたとしても細さの割に、重さを結構ねこの二重のクッション材で、吸収してくれる感じがあるので、個人的にはこのスタイルめちゃくちゃ気に入っています。最初はこのハンドストラップを購入してこれで運用していこうかなと思ってたんですけど、シグマ BF もそこそこ重たいカメラなので、フルサイズとしては軽いけどコンデジとしてはちょっと重たいので、やっぱりネックストラップの方がいいかなというところでネックストラップにしていますね。はい、ちょっとここにライカ M10 も見えるんですけども、ライカ M10 もね8年ぐらい使い続けて気分によってこの持ち分けているっていう感じです。両方とも使っています。スタイリングはそんな感じで、レンズとかの話をしていくと基本的には45mm なんですけど、いくつかのレンズをこうやってね使い分けながら日々持ち歩いてるっていう感じですね。基本は 45mm なんですけど、なんか最近はちょっと 35mm のキリッと感立体感とかすごくいいなとか思い始めて、家族とのね距離感とかもすごく使いやすいので、この 35mmF2 のレンズ若干重たくて長さがこうね出ちゃうタイプではあるんですけど、写りと家族の距離感を考えると出かける時は結構これもいいなとか思って、こういう風にね写真を撮ったりしているのと、あとなんだかんだこれはやっぱ使いたいですよね。このシグマ BF のメリットなんて言っても L マウントっていうところなので、このライカL マウント用のアダプターで M レンズもこう使うことができるっていう、若干このピント合わせ拡大縮小みたいなのがちょっとねしづらくて、 M マウントレンズ使うのは割と大変ではあるんですけど、それでもね実際こうやってはめ込んでみるとスタイルもすごく相性いい、このサイズ感すごくかっこいいし、実際に撮れる写真もこのコントラストの感じで出てきてくれるんだとか、立体感とかなんか普通にいつも歩いてる街なんだけどなんか楽しくなるなみたいな、そういうのがねこの組み合わせでも体現できるっていう。M マウントレンズを使いたい時は基本ライカ M10 を持ち歩くんですけど、レンズをいくつか持っていって基本は AF なんだけどマニュアルでもねちょっと撮ってみたいなっていう日とかはこういう組み合わせもありだなと。あとはレビューの時につけていたこのエルマリート TL ですよね。これ APS-C のレンズなんですけど、最初からシグマ BF ぴったりじゃないみたいな、シグマ BF ぴったりに作られてるんじゃないっていうぐらいねこの相性がいいレンズで、サイズ感も本当にコンデジみたいにポケットに収まるようなサイズになるし、若干ねクロップはされるんですけど、それでも結構ね F2.8 の 27mm っていう、換算 27mm っていう取り回しがしやすい
画角というかレンズなので、これもねすごくスナップシューターとしては気に入ってるところです。そんなにこの組み合わせでバシバシ日常撮れてはいないんですけど、SNS にアップする写真とかだったらすごくいいのかなっていうところで、この TL は使っています。今だと高いんじゃないかな、これ結構9万円ぐらいで購入しましたけど、この組み合わせだとねやっぱハンドストラップの方が良さげな感じはしますね。あとは若干変わり種なんですけど、一応持っておくかっていうところで 18mm40mm のルミックス S9 のキットレンズで付属していたレンズですね。これはねなかなか使う機会がなくて、最初すごいいいなと思ったんですよ。ズームレンズでいい感じだなと思ったんですけど、結構これ暗いんですよね。 4.5、6.3 っていう感じで、シグマ BF 手ブレ補正が備わっていないので、日常的にすごい使うっていうのは難しくてですね、あんまり使えてないんですけど、条件が揃った時はこういう風に綺麗に撮れたり、あとは 18mm っていうかなり広角な写真が撮れるので、そういう物足りなさがある時にもう一歩ね広角レンズが欲しいっていう時にいいのかなと思っています。こんな筐体あるのって思われるかもしれないんですが、実はこの、プレートをね作っているゆうきさんが試作したものをいただいたやつですね。これをね周りに貼ると、このライカ Q シリーズのまたちょっと違うラインみたいな、ライカ Q シリーズが TL シリーズで出たようなこの一体感を感じるこの雰囲気になるので、見た目はねすごく気に入っています。こうやって回すとポッと先っちょが出てくるっていう、そんな感じですね。本当に日常を取り歩くだけなので、コーヒーのシーンとかで割とね持ち歩く時はこのコダックのカメララップが同系色なので、これにねこうやって包んで電車移動はしつつ、現地に着いたらちょっと首からぶら下げるみたいな、そういうスタイルをしたり、あとはレンズも1本ぐらい持ち歩きたいなっていう時はいつものバックパックがカメラバッグになるこの白馬のソフトインナーケース、それの200をねこう使っています。これはめっちゃ良くて、こんな感じでガポッと入れつつ、あとはレンズをね1本入れてこのままパコッとしまって、これでねバックパックに入れておけばいつでも保護もしつつ写真も撮れる、レンズも持ち歩けるっていう、これ結構いいです。はい、長々といろいろ語ってるんですが、8ヶ月間ねこんな感じで楽しく使っているので、簡単にレビューいいなと思うところとか気になるところ、それぞれのパートに合わせて紹介していこうと思います。まずはやっぱ画質かな。画質に関してはやっぱりフルサイズセンサーを搭載していて、かつレンズもねやっぱシグマが作っているのですごく写りはいいと思います。日常的にこうやってね持ち歩いてすごくパシャパシャ撮る分には立体感もあるし、ボケ感も楽しめるし、比較的暗所もいけるっていうところがありがたいですね。かつカラープリセットも結構豊富で、シグマ BF で撮るときはロー形式だけじゃなくて基本的に JPEG でも撮っていて、その時の気分に合わせて今日はティール&オレンジっぽい雰囲気だなとか、海があるからちょっとねイエローが強めの雰囲気で撮りたいかなとか、天気がいいからちょっとカームでハイキー寄りに撮ってみようかなとか、そういうねアレンジというか気持ちに合わせたねプリセットを選ぶのが結構楽しいです。あと単純な画質で言うとすごく個人のね好みの問題とか、そう腕とかもあると思うんですが、割とコントラストがすごく強めで、かつダイナミックレンジは若干低いのかなって、若干ダイナミックレンジは狭いのかなっていうのが印象としてあります。いろいろなカメラをね使い比べてちょっとね個人的に思ったところではあるんですけど、例えばこういうね、直射日光で緑が強いシーンだとどうしても色をね調整するのが難しいような感じはしますね。ダイナミックレンジの問題なのか、シグマ自体のねそういう色の作り方なのかはわからないんですけど、そこで最初はね若干苦労したところです。ただこれ、自分のね好み的な色にね、変える方法がちょっと前に見つかりまして、コントラストガッと下げちゃうんですよね。コントラスト下げてから何かしらプリセットを載せていくとかだと割とうまく
いくかなっていうところで、こういうね自分が好きだなと思う雰囲気とか、シルエット立体感のある写真にできたりとか、そういうところでね結構楽しむ感じですかね。あとは若干暗所にはちょっと弱いかなっていう印象がありますかね。こういうちょっと黒くつぶれ気味の写真とかで、最近のカメラ結構ね、頑張って戻せる感じなんですけど、比較的こうグイーッと上げたりするとやっぱねこの辺のこんな感じつぶつぶの感じとか色がねちょっとデジタル感すごいみたいな、そういう仕上がりになることは意外とある気がします。ISO800 で撮ってるんですが ISO800 でもこの感じに、本当に暗い場所とかだとなりやすいかなっていう、ノイズの乗りやすさはちょっと感じるところですね。若干そこは気になるポイントかもなっていう、こういう感じ。暗所的な話で言うと Sigma-BF はね手ブレ補正搭載していないので、どうしても ISO 感度をガッと上げて暗い場所だと撮りたくなるんですよね。そうするとちょっとねノイズ感とかが結構バッと出てきちゃうところなので、そこは結構悩ましいです。レンズこれが F2.8 で比較的最近の単焦点だと暗めのレンズなので、その辺 F1.4 のレンズつけるとでかくなっちゃうしな、でも ISO 感度上げるとちょっとノイズ乗るし、シャッター速度下げると手ブレするしとか、その辺はねちょっと悩みポイントですね。あと結構操作性どうですかっていうふうに聞かれるんですが、操作性に関しては慣れればそんなに問題なく使えるけど、仕事用のカメラみたいにバリバリ使うとかっていう感じでもないかなっていうのが正直なところです。比較的ね直感的に操作は行えるんですが、このダイヤルで基本良くも悪くもこの全ての設定を操作するんですよね。でもうダイヤルが基本なので、例えばこの小窓に今情報映ってるんですが、シャッター速度をこうやって操作した後にISO 感度若干変えたいってなったら、一回こう ISO 感度のね小窓まで行かなきゃいけないっていう、ここの操作が発生するので、このダイヤルで何を操作するのかが常に変わるんですよ。今はシャッター速度だけど、こうしておくと ISO 感度になる。今どこのシーンにあるのかをしっかりこの小窓で確認しないとシャッターが切れないので、そこは若干カメラとして気になるところですかね。基本的に撮り方としてはこの辺はねオートに設定しておいて、本当にこうオートでカシャッとシャッターを切る、絵作りの時だけ開放にするのかちょっと絞るのかとかで変えているみたいな、そういう形で使っています。なのでものすごくシビアに色の雰囲気を合わせたいとかノイズを減らしたいとか、そういうね用途だと向かないんですけど、とはいってもフルサイズなのである程度 ISO 感度を上げてパシャって撮ってもね結構綺麗には撮れるから、その辺をねこう相殺していく感じのカメラですね。であと若干寂しいのが、ここがねハプティックセンサーでパキパキこうねクリック感があるんだけど、シャッターは無音なんですよね。無音にしてるといつ撮ったか分かんないぐらい本当にフィードバックがないので、ここにもハプティックセンサー的なのが、あったら嬉しかったなみたいな、そういう感じはあります。撮ってる時にこのエッジで指とか痛くならないのみたいな握りやすさとかの話なんですが、こういうレンズを単焦点レンズ使ってる分にはあんまり気にならないですかね。ここのね部分で手のひらの腹でこうしっかりと押さえられるし、ここにもやっぱサムレストが備わっているので、こことここで基本もう完結しているみたいなバランスをとってる感じです。で続いてよく言われるのだとバッテリー持ちですね。バッテリーに関しては良くはないんだけど不便でもないかなみたいな、その微妙なバランスです。日常で持ち歩く分には特にね不便感じてないけど、旅行とかフォトウォークとかカメラが中心のイベントになるとやっぱりね足りなく感じますね。一応予備のバッテリーも持ってるんですけど、使ったことはないかなと。基本はここに USB-C ポートがあるので、ここからねモバイルバッテリーで充電したり、どっちかっていうと、運用の問題な気はしていて、この Sigma-BF 若干難しいのが、長押しすると電源オンオフができるんですけど、短く押すとこれスリープ状態になるんですよね。で結構このスリープモードの時に割とバッテリーがみるみるうちに減っていく問題が
あるので、こうね、気軽にこうスリープだけで運用するってなると、確かにバッテリー持ちは全然足りないんじゃないかなと思います。かといって、電源をオンオフしていると若干こうラグがあるんですよね。こう閉じて撮りたいってなった時にパチッて押すと、若干なんですけど、この撮り始められるまでに 0.5 秒から7秒ぐらいのラグがあるので、その辺の電源管理は若干難しいところかなっていう、悩みます、どちらを使うかで。たまにこの電源オフにしたと思ったんだけどスリープモードになっていてバッテリーが減ってるっていうねこともあったりするから、その辺も含めて若干悩ましいんですよね。とはいえバッテリーは日常的に持ち歩くなら2本はいらないけど、旅行とかバリバリ使いたい日とかは必要かも。あと動画編集とか動画撮影したことないんですけど動画撮影とかするなら必須なのかな。バッテリーに関してはそんなところかな。ちなみに充電に関しては充電速度はそこまで速くないので、最近の DJI Pocket 3みたいなね急速充電の感じをイメージしているとちょっと違うかもしれないです。割と時間はかかる。で、あとこれは嬉しいのが内蔵メモリーですね。内蔵メモリーは個人的にはめちゃくちゃ嬉しいです。256GB のストレージを搭載してるんですが、まず内蔵だとやっぱりねデータの読み書きが早いですね。結構もう保存も一瞬で終わるし、あと転送とかもすごく早いのがいい感じだと思います。でかつ僕結構 SD カード PC に差しっぱなしでカメラに入れ忘れて出かける日とかかなりあるんですよ。ちゃんと写真撮るぞっていう日はねしっかり確認するんですけど、なんかちょっと持ってこうかなみたいな日に限ってなんかね持ち歩くの忘れたりするから、これ内蔵メモリーは個人的にはめちゃくちゃ助かっています。今のところ3000枚ぐらい撮ってるんですけど、まだ全然問題なさそうですね。動画を撮るってなると物足りないのかもなっていう、っていうところかな。使った感想はいろいろとねこう使っていくうちに出てくる不満はあるんですけど、大前提として好きで使ってるからこそ出てくる不満というか、その辺がねリアルな8ヶ月間使った感想ですね。いいところもあればもちろんものなので悪いところもあるというわけで、今回はこれで動画終わりにしようと思います。いやー、こういうねかっこいいカメラ作ってくれたシグマの皆さんありがとうございます。これからもこれはね活用していきたいですね。というわけでこの動画終わりにしようと思います。ぜひ気に入っていただけた方はチャンネル登録と、あとトバログでは結構こういう風にいろいろな動画を出しているので、カバンの中身とかルームツアーとかそういうね動画も見ていってもらえると嬉しいです。今後もこの SIGMA-BF で撮った写真とかを定期的にアップしていきたいなと思っているので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。